去年に比べて生活の質がうなぎ登り、どうも田舎者です。ということで前回はですね、玄関のこの絶妙なスペースですね、もともとここに入っていた引き出しのね、取っ手がもうダメだったんで、その辺に転がっていた流木をつけて、またさらに収納ができて、生活レベルが向上しております。こんな感じでできましてね、センスがいいんだか悪いんだかよくわかんないですけど、ただでできたんでね、とりあえずこれでよしとしましょう。ということでね、だんだんとね、寒くなってきて、ちょっとね、いろいろと気になるところが出てきました。この玄関のね、この障子の向こうにある寝室兼作業部屋ですね。一応エアコンついててこれ動くんですけども、ここにですね、謎のマットが貼ってあってですねこれを剥がすとどうなるかっていうとですね、この隣のね、物置に謎の直結状態なんですよね。で、こっから冷風がね、ビュービュー吹き込んでくるから、これ貼ってるんですけど、このマットですね、寝てる時に落ちてきて、顔面直撃事件が頻発していてね、睡眠中も油断ができない、そんな我が家になってるんですよね。で、この空間ね、もともと何やったかっていうと、こんな感じの棚がついてたんですよね。この棚についての話はね、13話で話しているんで、説明欄にその時の動画のリンクを貼っておきます。で、当時はね、物置を広くしたかったんで、深いことを考えずね、勢いでぶっ壊して、そのまま1年以上時が経過したという、そんな由緒ある穴なんですよねそんなわけでね、そろそろ安心して眠りたいんでね、今回はここに板を張っていこうと思います。現在ね、最終処分場扱いになっているこの南側の部屋、ここにね、板が転がってます。この板もですね、以前知り合いの倉庫から根こそぎいただいてきたものでね、ほんと大助かりしてますよ。で、この板のおかげでね、北側の部屋にも板を張れたし、そして真ん中の部屋にも板が張れました。おかげでね、もう穴に落ちる心配なくね、家の面積の8割は歩けるわけですよ。で、このね、南側はこれからって感じなんですけどね。で、この中からね、使い勝手の良さそうなものをピックアップして、北側の部屋に持っていきます。で、この部屋はね、現状木を切ったりする作業部屋にしてるんで、いつものフォーメーションも簡単にセッティングって感じですね。で、作業としてはね、ひたすら切り張りするだけなんですけどね。で、そういえばね、丸のこ定規を昔に買ったはずなのに、もう1年以上ね、姿見てないなと、そんなことを思いつつね、いつも通りガタガタになりながらフリーハンドでカットしていきます。で、この切った板をですね、仮で当ててみると、もうちょっとね、手を加えないとあかんなと気がつきました。ただちょっとここだけね、木の形が違うんで、ね、こういう風に。直角じゃなくなってるんで、打ちどころがないんですよね。この辺はいいんですけどね。こういうとこも角がないんでね。ということで、この西側のね、角材置き場から適当に使えそうなのを引っ張り出してきました。ここの材料もね、最近使うばっかりでね、新しく入荷しないんでね、またどっかでね、拾っていきたいなと、そんなことを目論んでるわけですけどね。ちょうど35ミリ。で、ちょっとね、角だけ調整しておきたいんで、このノミでね、調整しておきます。そこまでね、丁寧にやる必要もないんですけどね、こういう作業ね、やりだしたらなんか楽しくてね、ハマるんですよね。で、もう一個ね、微調整していたら、ここは一撃でね、スコーンと取れてね、いやー、自分もいろいろできることが増えてきたなと、調子に乗っていたらですよ。あマジか。最悪や。こんなことがね、日常茶飯事の DIY ですが、楽しくやっております。高さ調整できたらいいんでね、ボンドでひっつけておきますよ。
で、あとはもう貼るだけなんですけど、せっかくここまで来たらね、やっぱ表面も綺麗にしたいなっていうことで、実家にあったじいちゃんの趣味の道具箱。これにね、今使っている丸ノコも入っていたんですが、その下にね、実はこの電気カンナが入っていたことにね、今更気がつきましたよ。57年だよ。40年ぐらい前か。なるほどね。ここの刃が。で、どんなもんなんかね、ワクワクしながら早速試してみます。めっちゃ綺麗になるわ。ただもう家むちゃくちゃなるけどな。気分よくしてね、削るんですけど、この台ではちょっとね、やりにくいって感じですね。またこの継ぎ足しで削るとね、どうしてもこの段差ができてしまうんですよね。説明書読んだら、カンナの刃の端っこを丸く削ってくださいって書いてたんで、それやらないかんですけど。外して。こういうことか。さすがね、昔の商品っていう感じでね、ご丁寧に砥石までついてましたからね。で、ここでね、刃を研ごうかと思ったんですけど、ちょっとやりにくいんで、台をね、ついでに作っておきます。と思ったら、真横にね、めっちゃちょうどいいサイズのね、板が転がってまして、あんたええとこにおったなって感じっすよ。これがこうして、ずれへんように。そしてこの手前のね、ガイドみたいな板をつけたもの、全く意味がなかったですね。そしてこの板がね、薄すぎてしなるんですけどね、この辺は要改善って感じですね。で、どんだけね、丸くすりゃいいんかちょっとわかんなかったんですけど、とりあえずこれでいってみました。全然ダメやな。高さ調整をなんかミスっとってな。そんな感じっすね。それでやり直したら、こんな感じで。もう、段差ほぼほぼないぐらい。ちょっとね、映像では分かりにくいですけど、この板の右上にある微妙な段差もね、薄く削れば、ほとんどね、分からないぐらいまではいけました。でもね、完璧にツルツルにはどうしてもできなかったっすよね。そしてどうやらね、この作業をしていたら、一生焚き付けには困らないようですね。いろいろありましたけどね、あとはもうほんと貼るだけですね。こんな感じですね。ちょっと蜜ろファンの皆さんには申し訳ないけどね。塗らなくても十分美しいんで、このままいきますね。めっちゃ綺麗ですよね、こういうのね。でもこういう隙間はね、どうしてもあるんでね。この辺はね、いつまでたっても進歩してないなと。やはりね、定規を探さないとダメですね。ちょっと思いっきり体当たりしたら多分割れますけどね、これ。でもそういうことはほぼほぼないからね。本来やったら、こういう感じでまた板張ったるんやろうけど、また板が余ったらって感じかな。で、裏にはですね、その辺の布を貼って隙間風対策ということにしておきました。というのはね、もしかしたらまたこの穴をね、通り道にしたくなるかもしれないんで、本当にここは壁でいいんか、8年ぐらいかけてちょっと決心していきますよ。でもね、1年前の12月は、この床下からの冷風に耐えながらパソコン作業をしていましたが、それが今では、エアコンもあるし、床も張ったし、壁も塞いだし、ということでね、真冬も編集作業頑張れそうです。そして何より嬉しいのはね、この寝ている時にマットが落ちてくるかもしれないというね、なんとも言えない落ち着かない睡眠環境がね、集結したことですよね。
さらにね、この電気カンナっていう新しい道具との付き合いが始まったことで、薪ストーブ生活も一段とスムーズになりましたよね。いつかはね、この薪ストーブを家の中に移動させたいっていうのはあるんすけどね。でもそれもまた大仕事やし、当分はここでいいかと、最近は物置でね、読書したりして過ごしています。ただ、ここで過ごすとね、またこの空間の寒さに目が向きましてね。でもちょっと痩せ我慢しとったけど、これでは寒いんですよね。適当にね、カーテンを作ったけど、これではね、結構寒いわけですよ。ということで、次回からちょっとでも暖かくなるように物置を狭くする作業に入ります。広くしたり狭くしたりね、忙しい物置なんですが、最近思うのはね、この場所が自分にとって原点であり、一番いい場所なんちゃうかなと。なんかね、やる気に足してくれるね、大切な場所やなと思うわけですよ。ということでね、今回もしょうもない話にお付き合いありがとうございました。皆さんもね、風邪をひかないように気をつけてください。それではまた。